くらえ、私の7万円サウンド。食らいます。ええやん。さすがのハイクオリティだな。現状はベロシティだけを調整している感じです。ここから数時間かけて、オートメーションやキースイッチを調整して、サウンドに磨きをかけていく予定ですね。もうこれでよくね？ダメです。何時間も待ってられねえぜ。ちょっとそのミディファイル貸してみ？手伝ってくれるんですか？ああ、任せておけ。こんなもん、お茶の子さいさいだぜ。なんでしょうこのソフト。ちなみに音は勝手に変えさせてもらうぜ。こんな感じでいいか？どれどれ？言い訳あるか？音に艶がなくなったんじゃない？すまん、これは冗談だ。今のは確認用のサウンド。本当に驚くべきなのはこの先だぜ。遊んでないで早く手伝ってください。ああ、気づかなかったか？実はもう終わってるんだ。ミディファイルを貼り付けた時点でな。あまり私を怒らせない方がいい。ともかく聞いてくれ。これは。なんかやばくね？これどうなってるの？説明の前に、まずはこの素晴らしい音を堪能してほしいぜ。ではしばらく聞いてみましょう。実はこっそりレコーディングしてきたでしょ。強弱とか給付の感じとか、人間っぽいニュアンスになっていますよ。繰り返すようだが、このソフトに移動して、ミディファイルを貼り付けただけだ。要するに自動でこのクオリティってわけだな。何それすごい。もう少々お付き合いください。おお、すごいね。これはたまらん。感情まで見えてくるような演奏だよな。なんじゃこのデカマウス。ご視聴ありがとうございました。勝手に終わらせないで。実はこのソフト、このチャンネルでも過去に紹介してたんだ。あ、伝説のやつ。なんじゃこの歌詞。スマホで録音したボーカル音声も、このソフトに分析させて、歌い直してもらうことができる。なんじゃこの歌詞。どうやらさらに機能がパワーアップしたようなので、今回はそのあたりを果てしなく紹介していこうと思うぞ。果てしなく。なんか聞いたことある声。この打ち込み感満載の曲を、先ほどのソフト、エーススタジオでブリバリにしていくぜ。OK。ならば一瞬だけ冒頭を聞いてみようか。なるほど。このストリングスとボーカルをブリバリにしようという算段ですね。まあそんな感じだ。てなわけでまずは、ストリングスから詳しく解説していくぞ。よろしくお願いします。これがミディファイルを貼り付けただけの状態だ。音源を設定していない状態では、ミディピアノっぽいサウンドでプレビューすることができる。手軽に音の内容を確認できるのはありがたいですね。ほんで、ここからどうやってバイオリンの音を呼び出すの？ああ、それはこのプラスボタンからだ。ここから、バイオリンなどのストリングスや、ボーカルなどの音源を呼び出せる。ふむふむ。今回はストリングスなので、楽器を生成というボタンを押そう。いろいろ出てきたね。ファーストバイオリン音源は、12人編成のようだな。これは豪華。それじゃあ再生してみよう。あれ？止まりましたよ。ああそうだった。1回目の再生では分析が入るんだ。素晴らしい演奏になるように、自動でニュアンスを考えてくれているんだね。仕方ないですね。気長に待ってあげますか。貴様が数時間かけて作り込むよりは早いぞ。貴様よな。ともかく、次こそは再生できそうだね。一挙やってやりますか。やはりすごい表現力。面白いよな。それじゃあ元の打ち込み音源と比較してみようか。ワクワク。DAW 付属音源と比較してはいけない。とまあ、同じ要領で、セカンドバイオリン、ビオラ、チェロをセットしていくぜ。部屋なりもかなりいい感じだね。そう。このソフトを使えば、難しいリバーブの調整作業とはおさらばだぜ。
なんということだ。めっちゃいい転調、たまんねえぜ。自画自賛。ちなみに、イメージと違う演奏になった場合、後から細かく修正することも可能だ。今のは滑らかに繋がってほしいね。クリップをダブルクリックすることで、編集画面に入ることができる。修正箇所を見失った場合、小節番号のあたりをドラッグすることで、ピンポイントのズームが可能だ。ええやん。そんで、修正したい部分のミディを範囲選択しよう。もったもった。人間、何事も余裕が大事なんだ。人間。選択が完了したら、ウィンドウ上部の双方メニューから、イメージに合うものを選ぼう。いろいろあるね。まあ、今回は滑らかな演奏のために、レガートをチョイスするのが正しいかな。わかりやすいですね。私でも簡単にできそうです。おっと失礼。引退確定。なんでや。ではレガートモードを聞いてみよう。最高やん。ストリングスの実力は十分わかってもらえたと思うぜ。てなわけで、次はボーカルもいい感じにしていこうか。メロディーを打ち込んだミディファイルだね。その通り。オーディオファイルからボーカルをリメイクすることもできるが、ミディファイルから作った方が質は良くなるぜ。それはそう。まあ、このあたりは前回の動画でも解説しているからサクサク進めていこう。よし。それじゃあ、前回お世話になったエマさんに歌ってもらおうかな。歌詞の入力は簡単だ。下のテキストボックスからまとめて流し込むことができる。これは便利。つまずいた数だけ歩いた証を残した。やっぱりリアルな歌声だよね。さすがエーススタジオって感じ。イメージと違うけど。一言余計ですよ。まあ、イメージと違っても焦る必要はない。なんせこのソフトには、こんなにもボーカリストが収録されているんだから。そうだったね。選び放題ってわけだ。140を超えるボーカリストが使い放題だ。安心してくれていいぞ。バケモンみたいな人数。では、暫定でボーカルを選び直して、ダウに戻して聞いてみようか。それじゃあ再生。つまずいた数だけ歩いた。いい感じの脱力ボイス。残した悔しさの数だけ強くなれた。ストリングス、入ります。悪くないけど、他が打ち込み臭いからダメだね。あまりにも辛辣。なら、他の楽器のクオリティも上げていくか。そう、それを待っていたんだよ。だが、今から紹介するのはベータ版の機能なので注意してほしい。今後に期待という感じだ。問題ありません。未来を体感しましょう。まずはクオリティを上げたいオーディオを選択して、レイヤーを追加というボタンを押す。今回はベースなので、レイヤータイプもベースにしておこう。ふむふむ。そしたら下のテキストボックスに、どんな音にしたいのかを指定していくんだ。こんな感じですか？いろいろ突っ込みたいけど、普通英語だろ。気にしてはいけない。再生。曲調は変わったけど、なんか人間っぽいニュアンスになってるね。そのうち日本語にも対応するかもしれないけど、基本は英語の方がうまくいきやすいぜ。じゃあさっきのやつを英訳してみようか。いやダメだろ。さてどうかな？いい加減にしろ。お前が言うな。まあ、自然言語でもいいから、これくらいシンプルな英語にした方がいいな。Google 翻訳で OK だ。ええやん。同じ手順でドラムもパワーアップしてみたぜ。なんかやばそう。なるほど。シネマチックなドラムサウンドという指定ですね。そう。元のドラムサウンドのフレーズを可能な限り維持して、全く異なるサウンドで構築し直すことができるんだ。これはたまげた。かっちょいい。この調子でピアノもやってみようよ。よしよし。ならピアノクリップを選択して、インスプルメンタルタイプで生成開始だ。とても荒ぶっている。ほんで、最後はギターだ。歪んだエレキギター、パワーコード、パームミュート、リズミカルなパターン。こんな指定でいいだろう。さあ、お手並み拝見といこうか。いろいろ混ざっているけど、なんか良さそう。とりあえず全部合わせて聞いてみようか。つまずいた数だけ歩いた。
面白いアレンジだね。これは楽しそう。これはかっちょいい。アドレイヤーはベータ版だから多めに見てほしいが、それでも未来を感じるよな。アップデートに期待が高まります。さて、最後に紹介するのはミュージックエンハンサー。簡単に言うと、楽曲全体の再構築をする機能だ。なるほど面白そうだね。次はどんな未来を見せてくれるんだろう？一応これもベータ版の機能らしいが、出てくる音はかなりすごいぜ。まずは分析完了を待とうか。なんか出てきました。これは、AI が導き出した、この曲を最強にするレシピみたいなもんだ。このまま進めてもいいし、自分好みに文言を変えてもいい。めんどくさいからこのまま進めよう。お、そうだな。さて、再生してみましょうか。何これかっちょいい。目を離した隙にギターロックになっていたでござる。面白いのはボーカルだ。さあ、衝撃に備えろ。嘘だろあなた。想像の斜め上を行く歌唱力だね。続きはみんなの環境で試してくれ。許しません。もう少し聞きます。たまらん。いい店長。たまらん。自画自賛2。ちなみに、ギターソロもお手の物だ。かっちょいい。このサウンド構築能力に、原曲の構造を理解する能力が融合したら、作曲家はミックスとマスタリングから完全解放されそうですね。このチャンネルの存在意義が半分くらいなくなるけど、個人的にその未来は来てほしい。シャウトがすごい。私たちの叫びを聞け。アースマン。シャウトがすごいって話だったな。シャウトがすごい。そうですか。てなわけで、今回はパワーアップしたエーススタジオを紹介してきたぞ。ボーカルがすごいということで話題になったこのソフト。今回は最強のストリングス音源を引っ提げて帰ってきたぜ。一流のプロの演奏を学習した AI。その表現力にアシストされながら、私たちは狙い通りの音を打ち込みすることができる。作曲の主導権を AI に握られていない点が非常に素晴らしいね。その通り。だがそれは、一部の楽器だけなので注意しよう。改めて、今流れているサウンドの解説をするが、ストリングスとボーカルは、MIDI ファイルからの忠実な生成。それ以外はプロンプトによる生成だ。プロンプト生成で気をつけるべきは、意図しない要素が勝手に追加されてしまう点ですね。そう。この機能だけは、AI 独自の解釈が混ざりやすい。とはいえ、勝手に色々足されたとしても、アレンジの参考にはなるよね。特に私、ピアノのフレーズには感動しちゃったよ。確かに、思いもよらなかったフレーズに出会えるという点では、最高の機能かもしれないな。まあ、難しく考えずに両方楽しんだらいいと思います。それはそう。ちなみに今回紹介しきれなかったが、このソフトには、ストリングス以外にも幅広くオーケストラ系の音色があるみたいだ。興味のある人は、概要欄のリンクからホームページに行って、デモ音源を聞いてみましょう。なんならその足でソフトも買ってしまうのが最高だぜ。露骨な宣伝。今ならなんと、期間限定の割引クーポンもついてくる。お得なチャンスを見逃すな。お得なら仕方ない。まあともかく、エーススタジオの躍進には今後も目を離せないね。次は、MIDI で扱えるドラムやピアノ、そしてギターやベースが出てくることを祈るよ。ワクワクが止まらないな。首を長くして待っているぜ。どこに首があるのでしょうか。何か言ったか？それでは皆さんごきげんよう。ご視聴、ありがとうございました。